めん、さっきバスケ少年の気持ちを考えるって言ったけど、やっぱ俺が聞きたいこと聞くわ。どうぞ、食べながら聞きます。フローターってどうやったら上手くなるの？フローターってどうやったら上手くなるの？何を考えてるの？難しいよね、やっぱプロに入ってさ、なんかいろんなところでやっぱ聞かれたりする、そうだよね、フローターってイメージあるからね。どういう練習してますかみたいな。まず自分のリズムで空間認識能力をたくさん練習するのが一番だと思う。自分の中で、そう、自分の中で多分なんかあるんよ、感覚ってのが。それは俺だけの感覚じゃなくて、拓磨には拓磨の感覚があるから、だからシュートを打つときにフローターでやっぱブロックしてくる選手がいるわけやん。人のブロックだと届かない位置でこれぐらい上げたら、リングのここにストンって落ちるだろうなっていうのをイメージしながらやっぱ練習をしないと。練習でイメージすると。そうだからこの浮いてる、なんか俺セイガにも聞かれたことがあって、ケニーさんとセイガでなんかこう話してて、やっぱ空間認識能力の部分でいくと匠はやっぱ長けてるよねっていうことを言ってくれてたらしくて、だから匠に聞いてみたらってケニーさんが言ってて、なんだろうみたいな。で俺もどう答えるのがいいか、空間認識の練習ってパッて出てくる、難しいじゃん。いや難しいよね。そうで、それこそタイトさんに隣にいたから聞いたい、空間認識能力何練習すればいいと思いますって聞いたら、UFO キャッチャーとかでも UFO キャッチャーって確かにこのどこで確かにさ取るかみたいな、ある意味空間認識じゃん。そうだね。この視点をおもろうと思って、だからいろんな人に聞くの面白いなと思って。 UFO キャッチャーしたらフローターうまくなんだそれは分からんけど、俺高校の時とかよくそれこそケニーさんとかに話したのは、よくさリバウンド自分でボード当てて、で通面速攻みたいなのでさ、ロングパスでレイアップみたいなのをさ、こう往復で練習みたいなしたことある、よくあるじゃん学生の時とか。まだバックコートにいるけど早めに出して、このスピードとロブの高さでドンピシャで来るようにする意識は結構してたね。もう小学校の頃からしてたの？小学校は正味わからん。高校とか高校ぐらい、高校大学とか、安牌に出すよりもさ、多分当時の気持ちでいくとさ、こう早めに出して、早めに出してんのにこの高いロブで、しかもこの走ってる選手のスピードにもよって変わってくるやん、足の速い選手とか、ちょっとゆっくりな選手だったりバラバラじゃん、それに合わせて出してゴール下でドンピシャで受けるのがマジ気持ちいい。お前変態だな。あれが変態やねいやでもね、それ結構大事だと思うんだよね。なるほど。速攻のパスとかにつながるし、意識が違うんだろうね。そのただパスするのか。まあ結構今の勉強になった人がいるんじゃない？これだから学生向けには、なんかさ、匠ってさ、トップのあたりで、ピック使ってるとか、こう左手とか右手片手でこう逆のコーナーにこう出したりとか、ビハインドパスとかバーってやる、いつ頃から俺これ得意だなと思ったの？中学後半とかじゃん、高校とか片手でもうパスしてたんですよ。片手でやれてたと思う。中学生の時レイジョン・ロンドが好きだった。あ、なるほどね。当時ボストン・セルティックスにいて、だからそういう結構 NBA の選手とかよく見てたから、そういうの真似してやったりすることは多かった。だからどうやったらバスケとかシュートとかドリブルのどうやったらバスケとかシュートとか何時止まったの？ごまどう？ごまカンパチどう？ごまカンパチうまいんだけど喋りながら食べるもんじゃないよ。美味しいよね。どうやったらバスケとかシュートとかドリブルとかうまくなりますかって言うけど、やっぱり上手い人を真似るのが一番。真似するの大事だと思うよ。今の学生の子たちって俺らの時にはなかったやっぱデバイスとかアプリでさ、いろんなのがあるから、いろんなもの見れるじゃん今。だからそこをなんかプラスに変えて、いっぱいなんか見てさ真似することができる。B リーグも今盛り上がってさ、バスケットライブとか配信していろんな方法で見れるわけ。だからそれいっぱい見て真似するってのはありだと思う。個人の練習でやるのもありだし、チームの練習でやってみたり、練習試合でやってみたり、それが多分公式戦にできるようになったりとかになるから、そういうのは多分それこそミニバスの時からやってたと思う。じゃあ
CS 近づいてきましたね、うん、メンタル的にうん、動じないためにこうしてるとかある？動じないため？そもそも動じることを受け入れてる派？動じるってどういうこと？緊張する的なってこと？緊張してるっていうのをいや俺大丈夫だしって思ってるのか、緊張してるっていうことすら君は受け入れてるのか。やばいどうしようっていう緊張はないけど、ちょっと手汗よく書いてる。手汗はいつも手汗はいつもやね。そう、CS ならではのさ雰囲気あるやん、ピリピリした感じじゃないけど、あの雰囲気を楽しめてるのはあると思う、だって CS 出れるチームしか味わえないんだもん。そうだね。逆にどう？いや俺もやっぱりその強がる。いやーなんか俺はその脳汁を求めてるかもしれない。脳汁刺激を求めてる。いやそのなんかこう勝った時とかみんなで力を合わせて勝ったとか、どっちが変態だよ。いや喜んでる時にさこうなんていうの気持ちいいじゃん。まあアドレナリンとかアドレナリンが出るじゃん。やおらーって言いたくなるもんね。ねなっちゃうよね。で俺地区優勝決めた時とか、チャンピオンシップクォーターファイナル突破した時とかも、多分その感覚なんだっけ、脳汁プシャープシャー楽しいやんそれ。バスケットしてて何のプレー、ドリブル、パス、シュート、シチュエーション、どんな瞬間に？いやそれはさ、もうこの間ちょっとちらっと話したんですけど、自分のキャリアにおいてベストシュートなんですかっていう話したの覚えてる？覚えてる。俺多分そのプレーかなと思うけどね。去年の島根戦の左手でのフローター。左手ね。そう。はい。下からのやつだったんですよね。あ、このシュートかこのシュートか。やるやつもあるね。僕はどっちもいけますね。だからその島根戦のやつは試合は負けちゃったんですけど、トップスピードでワンレッグって言って片足でタイミングをずらす。でちょうどたまたま相手はビュフォード選手だったんですけど、ブロックすごい選手じゃないですか。ギリギリの距離でブロックされそうだったから結構アーチも高かったんですけど、それドンピシャで決めて、あれはなんかただ気持ちいいってだけじゃなくて、そのスキルの部分でいくといろんなものが詰め込まれたシュートだなっていうふうに思ってて、その時テンさんもいたからテンさんにも聞いて、テンさんはオーストラリア戦の NBA 選手からエンドワンもらったダンクみたいな。でタクマン何って聞いたら、去年の秋田戦のバックカットからなんか難しい体勢でとりあえずバッて打ってコンタクトがあったからたまたまエンドワンになっちゃったみたいなのと、千葉の時にアレックスにブロックされて、そのまますぐ打って打ったら入っちゃったみたいな。なんでお前そんななんか自分で狙った感じじゃないやつキャリアのベストにしようとしてんの？自分にとってのめちゃくちゃ大事な4ピリのクラッチ残り1分とかで決定的なシュート決めたとか。嬉しかったレベルで言ったら、なんか滋賀の時なんだよね。滋賀の時にお前が琉球戦でアウェーで、お前がなんかアーリーあたりかどっかから右スロットあたりがこれ。覚えてるわ。覚えてる。覚えてる。後ろのパス出して右コーナーから決めて、結構なかなかの決定打だった。タイミング的にはでかい一発だったね。覚えてる。その試合初めてのスリーポイントだったよ。それが。そうだっけ。嬉しい決めたって言うと、よっしゃこのタイミングだみたいな。なんか別にキャリア一番のシュートじゃないかもしれないけど、なんか自分のその鮮明に覚えてるシュートかもしれない。全然僕人のプレーでも結構覚えちゃいますね。懐かしいなこれ。いやそう覚えてる。